皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、先の衆議院選挙に落選した石原伸晃氏の問題行動について取り上げようと思います。つい先日のことなのですが、石原伸晃氏の政治団体がコロナ助成金60万円を受け取っているということがインターネット上で話題になっていました。一体なぜそのことが話題になっているかといえば、これは新型コロナウイルスの問題で経済的な打撃を受けた主に民間企業に対する支援をするためのお金です。そのお金がなぜか政治団体が受け取っているということが明らかになり、このような抜け穴を用意した議員たち、そしてそのような制度の抜け穴を利用してお金を受け取っている、まさに腐敗の構造というものが見えることから、いかにも石原伸晃氏らしい行動だなということで注目が集まっています。この話題というのは金額としては小さなものですが、構造的な問題をはらんでいることでもあり、動画の後半では一体何が問題なのか解説を行っていきます。それではまず石原伸晃氏がどのような形でお金を受け取っていたのか記事を見ていきましょう。石原伸晃事務所がコロナ助成金約60万円を受給。確認の上で申請と釈明するも、専門家から疑問の声。岸田首相から内閣参与に抜擢された石原伸晃自民党元幹事長が、コロナ禍で収入の総額が減っていないにもかかわらず、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金を受給していたことが取材で分かった。石原氏は10月の衆院選で落選者が、今月3日に内閣官房参与に任命され、SNS でなぜ民意で落選した人間が起用されるのか、官邸関係者からも、ただの人になった石原氏を起用なんて、ピントがずれまくっているなどと激しい批判が起こったばかりだが、新たに疑問の声が上がりそうだ。雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金とは、新型コロナの影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業手当などの一部を事業主に助成する制度のことだ。厚労省によると、新型コロナの影響で事業活動が縮小している。最近1ヶ月間の売上高が前年同月期 5% 以上減少している。休業手当を支払っているなどの条件を満たすと、1人1日あたり原則13,500円を上限に支給されることになる。政治団体も条件を満たせば受け取ることができると担当者は言う。11月に公表された石原氏の東京都第8選挙区支部の2020年の収支報告書を見ると、収入の欄に雇用安定助成金として約23万4月分、18万円4月分、18万円5月分が記載されていた。計60万8000円に上る。コロナ禍で収入が減っていれば受け取ることは可能だが、収入の総額を見ると、2020年は4200万円、2019年の収入総額を見ても約3900万円で資金に窮しているようには見えない。むしろ収入は増えている。雇用安定助成金を管轄する厚労省の担当者は、全体で収入が増えていても、一月の収入が前年比 5% 以上減り、休業手当を出していれば支給対象になるという。政治資金問題に詳しい神戸学院大の教授はこう指摘する。政治団体も助成の対象になっているのは驚きますね。寄付金や政治資金パーティー、政党交付金が主な収入で、毎年収入は不安定です。月によっては収入が減っているように見せることもできます。本来であれば、コロナ禍で売上が減った企業を対象にした助成金制度であり、現役の衆院議員の事務所が申請するとは驚きです。政党交付金を受けている政治団体は対象から除外するべきだと思います。約60万円の助成金の受給について、事実関係を石原氏の事務所に尋ねると、以下の回答がファックスで届いた。どんな情報をもとにご質問をされているのか存じ上げませんが、支部において所管当局に確認した上で申請しているところです。この話で一番最初に言っておかなければならないことがあります。それは今回石原伸晃氏の政治団体がコロナ助成金を受け取っていたこと、これ自体に違法性はないそうです。ですからお金を受け取っていたこと自体が悪いんだという話にはちょっとなりにくいわけですが、じゃあ問題がないかといえばそういったわけではありません。そもそもそのような形で申請がまかり通ってしまう制度に不備があったこと、これをまず指摘しなければなりません。そもそも新型コロナの助成金というのは民間企業がまず打撃を受けて、
この打撃を少しでも和らげようとして設けられたお金です。ですから、そのような性格上の制度において、政治団体がうちのところにもお金をくださいと言って、分かりましたよとお金を出すような、その制度は明らかに不備があります。そしてこの不備があることに関して言わなければならないのは、少なくともこのお金を受け取った時期においては、石原氏は国会議員でした。つまり、その制度に不備があるのであれば、その制度の不備を直す側にいた人間が、よし、この制度には不備があるぞ、この抜け穴を使ってお金をもらってしまうと、そのような意地汚い行為をしていたことがまさに批判されなければならないポイントです。そして今回の一件がインターネット上で記事として広がり、またテレビなどでも報道された時に政府に対する問い合わせなどもあって、官房長官がこの件に関して何かしらコメントを求められるような場面がありました。しかし、そのような時には、これはあくまでも一個人の話であって、政府が答えるような正確のものではありませんとしてコメントはお断りされています。しかし、ここにもまた一つ問題があります。なぜならば、現在石原伸晃氏は内閣官房参与に任命されたばかりの人物です。選挙に落ちた後、そのままただの人であれば、今回の一件というのは一個人のやったこととして、党とも切り離して話ができたでしょうし、政府とも縁がない人物として、官房長官が何か答える義理など一切なかったでしょう。しかし現在は内閣官房参与に岸田総理が任命した形で一応政府側の人間になったのですから、この一件について政府側もきちんと説明責任を本人に果たせるようにしっかりと連れてくるべきです。今回の一件というのはそうした意味においては違法性はないんだけれど、この整備を作ったことにもまず第一不備があるし、この制度の不備を利用するような人物が内閣官房参与として今後も政府の人間として働いている。そしてそのような人物は当然のように税金で飯を食っていくという、このような非常に気分の悪いことがまかり通っていることに対する不満が多くの人たちへと共有されているのだと思います。また、石原伸晃氏が内閣官房参与になっていること、それ自体について言っても、彼自身は別に何かの専門家ではありませんし、また何か行政に通じているような人物でもありません。そうした意味においては、岸田総理が自分の政治的信条に近い人物を単純に失業対策としてポストを用意しただけだならというふうにしか見えません。そしてそのような人物がこのような意地汚い行為をしていることは、岸田総理ももうちょっと付き合う相手を選ぶべきだと私は思います。皆さんは石原伸晃氏の政治団体がコロナ助成金を受け取っているというこのニュースについてどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。